はい、皆さんこんにちは、モノルです。今回はフリック会ということでですね、これまでいろいろ検証してきた中で一番良かったオムニエディションとフレンジエディションというこの2つに加えてですね、かなり有望なフリックということでクラッチエディションっていうのをレビューしていきたいと思います。こちらのね2つ白いものになるんですけど、こちらもオムニエディションとよく似たへこみ型のフリックになってるんですが、こちらの使用感なかなか良かったので、もしかするとね、オムニの上位互換で、フレンジと比べてどっちがいいかっていうところはね、結構人によってくるかなと思うんですけど、そのあたりね、どういう操作感になっているかっていうところを中心に見ていきたいと思います。そうしたら行ってみましょう。はい、でコントロールフリークのねクラッチエディションに関してはですね、こちらプレイステーション向けのサイズと Xbox 向けのサイズっていうのがあってですね、裏面見ていただくと分かりやすいんですけど、プレイステーション向けの方が爪の幅っていうんですかね、直径が大きくなっていて、 Xbox 向けの方がちょっと小さくなっているっていう、そういう特徴があります。最近のコントローラー結構プレイステーションサイズ増えてきてるんですけど、最近だとそうだな、ベーダー5 Pro とか、あとはブリッツ2あたりがね Xbox のサイズだったりしますね。それ以外はほとんどプレイステーションサイズかなっていう感じになってます。で中身はねこういう製品が入っているだけっていう、そういう箱になっているんですけど、こちらのねフリックはスポーツサムスティックって書いてある通り FPS ゲーム向けっていうよりかはスポーツゲーム向けっていう形で売られてるみたいで、この選手のね見た目的には何でしょう、アメフトとかねラグビーとかやってそうな感じのごつい人なんですけど、FPS 向けじゃないんですけどね、全然 FPS ゲームでも使っていけるんじゃないかということで、もう少し詳しくこの本体の形状を見ていきたいと思います。真っ白なんでなかなかこれを映像でお伝えすることができるか難しいところなんですけど、もうちょっと暗くしてみようかな。ちょっとあえて暗めにしてですね、見えるかな。はい、こんな感じですね。相当フラットに近いです。ただほんの少しへこんでるっていう感じですね。へこみ具合的にはどうでしょうか、わかりますかね。これねかなり触った感覚はオムニに近いんですよね。はい、こちらオムニになってますが、オムニもねほぼフラットなんですが、わずかにへこんでいるっていう、そういうへこみ型のフリックになってます。はい、このぐらいのへこみ具合で、この2つの違い、形状としてはほとんどないんじゃないかなと思いますね。もうほぼほぼ同じです。横から見ても厚さとかもね、ほぼ一緒なんですね。ただですね、大きな違いっていうのが1箇所あります。それが何かっていうと、このね縁のところなんですね。クラッチは縁のところまで滑り止めがしっかりついているっていうのが分かりますかね。オムニは縁のところに滑り止めがないんですよね。ツルツルしてるんで、オムニの方はこう近距離とかでですねガッと大きく倒す時に普通にですね操作すると結構滑るっていう問題点がありました。それがクラッチでは解消されてるっていうことでですね、 FPS ゲーム用途としてはですね、個人的にはこうオムニよりもねクラッチの方が向いているかなっていう風に感じました。それ以外の部分のね基本的な性格はほとんどオムニと一緒ですね。かなりフラットで、しかもねフレンジと比較するとかなりこう外側の方までしっかりとこの高さがあるっていう感じのね、縁が丸まってないような、そういうタイプのフリックになっているので、ブレーキ感という意味では相当強めな、フリックになってます。フレンジの方がどちらかというとね近距離はスムーズに動かしやすいんですが、オムニやねクラッチはねちょっとね近距離っていうところは弱点になってくるかなっていうところになります。ただ最近のコントローラーで特にねファイヤーバードとかですね、ベーダー5 Pro なんかもちょっとその気はあるんですけど、結構感度がねちょっと高い感じがするようなコントローラーっていうのはですね、このぐらいブレーキ感強くても意外と近距離強く戦える印象があります。で、クラッチとフレンジはねオムニとフレンジの違いの時も話しましたけど、ちょっと高さが違いますね。フレンチの方がちょっと高くなっているので、そのあたりはね、中遠距離の繊細なエイムにも向いてるんですが、
中遠距離の繊細な M を突き詰めたければクラッチの方がより繊細な M に向いているかなっていうところで、どっちかっていうと近距離寄りならフレンジの方が合ってるかなみたいな、そのぐらいのね、違いかなと思いますが、ただクラッチでも全然近距離いけますし、フレンジの方もね中遠距離っていうね細かい M も結構いけるんで、これはねもう好みの問題になってくるかなと思います。でちなみにですけど、フレンチの方が癖はねちょっと少なめかなと思いますね。やっぱりこうやって丸まっててですね、スティックの天面の面積っていうのが若干狭いですね。普通のスティックにより近い形状をしていてですね、クラッチの方はねかなり面積広いので、これだけ広い面積のスティックってなかなかね純コンとかですね他のコントローラーのスティックでないので、かなりね、癖は強くはなってるかなと思います。そんなね、かなり微妙な違いなんですけど、このへこみ型のフリークとしてはですね非常にレベルの高い製品がこのクラッチとフレンジっていうねこの2機種になってるかなと思います。そんなわけでいつも通りですね Apex Legends の射撃訓練場で、精度の方測ってきましたので、そちらを確認していきたいと思います。はい、こちらがいつも通り、Apex Legends の射撃訓練場で 10m から 50m まで、10m 刻みでそれぞれ離れた、ダミー人形をですね一定のリズムで、左右に切り替えさせた時にですねどのぐらい精度が、ね、出たかっていうのを測った結果です。見ていただくと分かる通り、かなりクラッチはね精度高いですね。フレンジのローと比較してほぼ変わらないぐらいでね、誤差ぐらいかなっていうそんな違いしかなくてですね、それぞれすごく当てやすかった印象がありました。この精度をね見る限りですね相当強そうっていうことでね、で実践の方ですね、こちら R5 の方も一通り回してきましたが、こちらもね、オムニフレンジのローなのでクラッチってねこの3つねおすすめしているものがやっぱりかなり勝率は高い印象がありましたね。R5 で実際やってみた感じ、フレンジのローとこのクラッチでねどう違うかって言われるとですね、さっき言ったようにね中遠距離はやっぱりこのクラッチの方が当てやすいですね。フレンジのローもすごくいいんですけど、やや敏感かなっていうところがあったりもしたのでですね、本当にねフレンジのローで慣れるのも全然ありだし、こっち側のねクラッチでしっかり慣れていくっていうのも全然ありだしですね、これは本当に好みかなと思います。操作感的にはフレンジの方がナチュラルな感じがやっぱりちょっとあってですね、こう右に倒していくときはこの右側のね、壁を押すような感覚ですね、左側に倒すときは左側の壁を押すような感覚っていうのが結構強くてですね、それが自然な倒し方に感じるかなっていう風なところがあるんですけど、クラッチに関してはですねそういうなんか壁を押してるっていうよりかはこのスティックのね面全体をこう押していくっていうそんな感覚がありました。実際使っている時にですね、R5 みたいな近距離戦で結構激しいエイムをずっと繰り返すような状況でもですね、滑るっていうね感覚はなかったので、これでね十分に滑り止めは機能しているかなとは思います。相当期待できるフリークなんですが、実際にね Apex Legends のランク回してきたのでそちらの映像も見ていただきたいと思います。はい、新シーズンのランクなんですが、ゴールド1からプラチナ帯ですねをやってきました。もともとオムニーで慣れていることもあって、この形状自体ですね、すごく慣れるっていうか、全く問題なくね、使っていくことができて本当に強いなって思いました。ちょっとね、フレンジの時に感じていた敏感さっていうのがなくなって、とっても精密なエイムに向いたそういうフリークになってるかなと思います。強いんでね、これは本当におすすめだなっていうふうに思うのと、どうしてもその近距離でね、腰打ちで思いっきり倒さなきゃいけないような場面っていうのはさすがにちょっとねブレーキ感強すぎてぎこちなさ出ちゃう時もあるんですけど、そこまでの近距離戦での戦闘っていうのの割合がねほぼ1試合にあるかないかみたいな感じでめったにないのでですね、実践的にはこのぐらいのブレーキ感の強いフリークが一番強いんじゃないかななんていうふうに思ったりはします。今この使ってるコントローラーが Firebird 4 DualShock 4の JS13 Pro っていうものをですね、ボンジュリさんが販売されてる基板の方のねやつでやっててですね、ちょっとね設定が結構煮詰め途中っていうところもあってですね、若干 M 乱れるところもあったりはするんですけど、なかなかね、そっち側で苦戦していて、このフリーク自体っていうののね、
性能は素晴らしいんですけど、感度の方が難しいななんて感じているところでした。で、クラッチに関してはね、本当に主にで滑りやすいってね感じられてた方も全然いいっていう風に感じるんじゃないかなっていうところと、あとこのつぶつぶの滑り止めっていうか表面のね、形状なんですけど、これがですねちょっと汗とかかいてくるとね、手汗かきやすいとちょっと滑りやすいって感じるかもなっていうところはちょっとありました。デザインのねその形状のパターン的にはですね、オムニの方が私は滑りづらいかなっていうふうには感じますね。ただ縁のところがオムニはねツルツルなんで、それが滑りやすいって感じる原因になっているんでですね、クラッチの方が全体的には滑りづらいけど、真ん中ら辺はちょっとねオムニよりは滑りやすいみたいな感じがあるかなってところです。ただね実際使っててですね、そこまでねR5 やってたらなんとかギリそれが気になるかな、でもほとんど問題はないかなみたいな感じなんで、実践でね問題になることっていうのはほとんどないかなとは思います。気づいたところっていうのはそのぐらいですかね。クラッチに関してはね本当に満足度高くてですね、この後も説明しますが、コントロールフリークの中では一番おすすめかなっていうふうに思う、そんなフリークになってます。おそらくねこの特性っていうのはコールオブデューティーとかですね、他の FPS ゲームでも非常にいいと思うんで、あらゆる FPS ゲームでですねこのフリークっていうのはね使うといいかなって思います。ここねものすごい DDoS っぽい、なんか急にみんなスローモーションになるっていうね、まだ Apex こういうことあるんですね。ラグいというんですかね。これラグいっていうよりかなんかサーバー側の処理が追いついてないみたいな感じですけど、で、デュアルショック4のこのファイアバードなんですけど、今後ね、この辺りいろんな基盤がありますが、ちょっとねスイッチ版のファイアバードだけは入手できてなくてですね、それ以外のね、3種類のファイアバードについて、設定に詰めたやつでねおすすめ設定出したりとか、あとはいろいろとねもっと面白いちょっとそのファイアバードを理解するために役立つようなコンテンツっていうのをね、考えててですね、結構ね個人的にはすごく面白い内容にできそうなんで、それを一生懸命今やってるところだったりするんですけど、この RC ウィルターの詳細設定ね、右肩上がりと右肩下がりと、あと簡易設定っていう、直線上のやつとっていうね3パターンあると思うんですけど、これが今ね右肩下がりなんで、静止の時よりもですね、移動速度が速い時3とか7とかの時の方が RC フィルターのマイナスの値を大きくしているっていうね、そういう設定でやっている様子になってます。これがね強いんですけど、なんかねたまに行き過ぎる時がね、エイムが行き過ぎる時があるんで、果たして右肩上がりと右肩下がりどっちが本当に強いのかってところですね。これもまたね本当に悩ましいところですね。そのあたり含めて今後ファイアバードの動画出していくと思うんで、その時にねいろいろお話できたらなと思うところですね。ファイアバードそういう感じでですね行き過ぎたりすることっていうのが結構多いコントローラーでもありますから、こういうね、感度を疑似的に抑えるというか、ブレーキがね効いて倒しすぎないフリークっていうのは非常に相性が良くてですね、ファイアバードに使うのにも本当におすすめのフリークがこのクラッチになっているっていうことですね。はい、以上ですね。コントロールフリークのスポーツサムスティッククラッチエディションのレビューをしてきましたが、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃ良かったですね、正直。フレンジと比べてどうかっていうところがやっぱり難しいところでですね、これは本当に好みで分かれてくるような本当にわずかな差しかないかなと思います。やっぱり癖が少なくて操作しやすいって感じるのはおそらくフレンジなんですけど、オムニの方がですね、実践的かなっていう気がするんですよね。で、私はね今後これどっちも使っていきたいんですけど、おそらくクラッチを主体に使っていこうかなみたいな、そんなね感じがしてます。
コントロールフリークはね、他にもこちらギャラクシーの低い方がすごくおすすめ度高いですし、あとインフェルノの高い方もね結構いいですね。この4機種非常におすすめなんでね、フリーク探されてる方はぜひここから選んでみてはいかがでしょうか。今回でおそらくコントロールフリークのシリーズっていうのは一通り見てきたかなと思います。あと私はねボルテックスっていうタイプのフリークもちょっと使ったこと自体はあるんですけどね、コントロールフリークのシリーズについては一通り見てこれたかなと思いますが、この中でねランキング付けするとしたら私はやっぱりクラッチがナンバーワンで、フレンジーがナンバー2ですね。ギャラクシーのローが3番手ぐらいですかね。でインフェルノのハイが4番手、こんな感じのおすすめ度になってます。特にね Apex Legends をやる上ではですね、この4機種が非常におすすめなんで、ぜひね試してみていただけたら嬉しいです。今回もですね概要欄の方に、モノルへのリンクとですねこちらの商品購入ページのリンクを貼っておきますので、ぜひねそちらからチェックしてみてください。はい、今回の動画が参考になったと思ったら高評価とチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。はい、以上モノルでした。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。